魔法者ランキング。あんなこととは。我が国は芸術家を重んじる。ラスティカ・フェルチにはあなたも丁重に接していただきたい。さようでございます。我が国は大陸の中央に位置する文化的な国家でございますから、芸術家や学者は出身を問わず重用いたします。いかにも。いや、早く終わらせよう。次で最後だろう。北の魔法使いたちに会う。恐れてなどいない。私を侮辱するつもりなら、たとえ賢者とはいえ許さんぞ。ビクビク。ならどうすればいい？よう賢者、今日はネロの機嫌が良かったのか？ごちそうが並んでるぜ。あ、いいところに来た。これおかわり持ってきてください。僕も。ねえ、この病気の牛の血みたいな赤黒いソースだけ持ってきて。ソースだけ用意してどうすんだよ。飲むの？奇遇ですね。俺も肉汁だけ飲んだことありますよ。気色悪い話すんな。ホワイトちゃん、あーん。スノーちゃん、あーん。もぐもぐおいしい。うん？誰です？あなた。どこかで見たな、その嫌な顔。はは魔法使い嫌いの国王の弟だな。自ら悪党の巣にやってくるとはいい度胸じゃねえか。どうしたのじゃ、賢者。何かあったかの？わかる？今朝スノーちゃんと一緒にスキンケアしてみたの。白雪だって。照れちゃう。キャッキャッ。
かわいいですか？いつもと変わらないと思いますけど。何です、賢者様？そうですか？ええ、まあね。そうか？話がわかるじゃねえか。まあ食えよ。まあね。どうしよっかな。賢者様の泣き顔、久しぶりに見てやりたいかも。見せてやりましょうか。さあ、それはこれからのお楽しみ。後悔したって知らねえぜ。少しだと？最大限の力を見せてみろ。俺の最大限って言いました？私は言った。任せてください。魔法者どころか城だって瓦礫にしてやりますよ。ほら、叙任式をやったところとかね。構いませんよ。サクッとやれます。はったりではないのか？はったり？言ってくれるじゃないですか。俺はやれる子ですよ。叙任式を開く前、巨大な鳥の魔物がグランベル城を襲ったことがあった。飛び陰りじゃな。月食の館の破綻した召喚術から生まれ落ちた怪物じゃ。その会長の攻撃から見事巨大な結界を張って城を守り抜いた者がいると聞いたが。何を隠そう、我らのことじゃ。ほっほっほ。我らの結界は強固じゃからの。お前たちが
あの結界を。さよう。ではミスラの攻撃をお前たちの結界で防いでみるというのはどうだ。バカ。バカ者。バカだと。我らを殺す気か。俺は構いませんよ。黙っておれミスラ。王帝よ、ミスラの攻撃を防げるのはオズだけじゃ。そうじゃバカ者、老人を大切にせえ。彼らではどうだ。ちょろいですよ。はあ？もう一遍言ってみろ。かかってきてください。実演してやりますよ。殺す。なめやがって。あ、食べます。彼らの魔力の強さの順位を知りたい。妙な気は使わなくていい。俺たちは大体把握してる。かかってこいなんて言われてヘラヘラ笑ってるやつがいるかよ。手土産持ってお伺いしますってか。自分の強さと相手の強さを見定められない方がかっこ悪いよ。騎士様みたいにね。カインか。中央の魔法使いは勇敢な分、力の差を測れぬところがあるからの。あいつがオズに慣れ慣れしくできんのも魔力の差がわからねえからだろうな。魔法を使い始めて 1,2 年の相手に高望みしすぎだろう。呪文を唱えた年数はミチルの方が長いんだから、赤ん坊相手に得意にならないで。てめえが言ったんだよ。構いませんよ。賢者よ、そなたが思い描いておるものがおるじゃろう。それで当たりじゃ。なぜ明瞭に話さない。オズではないのか。皇帝よ、そなたも人気のある王族はと聞かれてアーサーだと答えたくないじゃろう。アーサーは政治を知らぬ。学のない者たちに好かれているだけだ。国内外の名士に信頼されているのはこの私。はいはい、その気持ちわかりますよ。今世界一の魔法使いはオズだろうが。
そのうち僕になる。賢者よ、上からではなく下から順に言うのはどうじゃ？明暗じゃ。1位が一体誰なのかワクワクしながら発表を待てるしの。だから一番はオズだろう。なぜ明言しないのだ？ヴィンセント様、ここは一つ黙ってこやつらに任せてみましょう。わかった。下から言ってみろ。偉そうに。ねえ賢者様、順番を決める基準は戦った後に生きてる順でいいの？ミチルとリケが殺し合った時生きてる方でいいのってこと。何その顔。殺し合いか。そうなると最下位はミチルかクロエかの。クロエは可視の魔法も使える。研げば戦士になる可能性もあるが、仕立てるためではなく人を傷つけるために可視の魔法を使うことはできんじゃろ。さようじゃ。西の魔法使いは元来攻撃的な気質ではないのじゃ。どれほど憎い相手だとしても破壊し損なうことより変質変容させることを好む。憎い相手だからこそじゃ。西の魔法使いは功を尊重する。圧倒的な魔力のもとに凄まじい攻撃を受けて敗北すれば己のまま石になるだけ。しかし西の魔法使いは目くらまし惑わせ我を失わせる。かつての面影を奪い去って変質させるのじゃ。どちらがより残酷じゃろうな。のうスノーや。誰の話やら。ムルは我を憎んでなどおらぬ。我が身を滅ぼしただけの話。身を滅ぼしたのは我じゃ。我とそなたは一つじゃ。そなたが滅べば我も滅ぶ。つまり言いたいことは、西の魔法使いは勝敗を求めてはおらぬ。奴らの望む真理や美を求めて、星も命も世界も天秤にかけてどのようなことでもするのじゃ。それゆえに強さを測るのは難しい。クロエはミチルも殺せぬじゃろうが、オズの息の根を止めるかもしれん。理想の一着のために。ほほほ、服のために奔走して命を落とすオズか。ちと想像すると面白いのう。たわけ、ちっとも面白ないわ。どけよクソじじい。ひどいブラッドリーちゃん。まあ言ってることはわかるぜ。西の魔法使いの強さは測りにくいよな。西の魔法使いと戦う時って大概自分らしく完璧に戦えませんからね。俺はもう西だなと思った瞬間全力で潰しますよ。自分じゃない状態は嫌なんで。嘘つけ。てめえぼーっとしてっからすぐ引っかかって状態異常になるだろう。ミスラちゃんは西の魔法使いの「はい注目!」ってとこにすぐ引っかかるタイプ。やむをえん。
我ら北の魔法使い、常に心がややオープンじゃ。シャイロックの魅了にかかって無様な醜態さらしたくねえよな。あれ大っ嫌い。絶対にかかりたくない。我はムルの挑発にかかって無限大にヒートアップするのが怖いの。ムルくらい殺せるでしょだからこそじゃ。理性ではあれほどの祭人死なせるには惜しいと分かっておるのじゃ。なのに挑発に乗せられて石にしてしもうたら、この世に悪名を残すことになる。もう十分残ってると思うけど気にしたりしてるんだ。そなたらも幽霊になればわかる。生きておる時の黒歴史は死後気になるものじゃ。愛弟子のフィガロちゃんも文化人じゃから、容赦なく我を軽蔑するじゃろうし。大丈夫。あの子もカッとなったら手を出すタイプじゃ。その後自己嫌悪に陥るじゃろうが。西の魔法使いの何が嫌って、戦う前はあっちの方がバカみたいなのに、途中から俺の方がなんだかバカみたいになってるところなんですよね。わかる。それまさに。でも東の魔法使いは西の魔法使いになかなか引っかからなくない？慎重で警戒心が強いからな。だから西の魔法使いは東の魔法使いを好むのじゃろうな。だからって何です？北の魔法使いも誇り高くなかなか屈しない中央の魔法使いを好むじゃろう。そんなことないでしょう。ねえ、応援。まあ東の魔法使いは西の魔法使いのまやかしが通用しない。恐怖心や保身っていうのはいざっていう時優秀な武器になる。案外東の坊ちゃんが西の室を石にしたりするかもしれないぜ。だらだらと何の話だ。見合いでも始めるのか。今の仕草西の魔法使い的だったな。狙ったんですかね。変なやつ。魔力の強さはいつわかる？うるせえな。今話し合ってるところだろう。まずミチル、クロエ、ルチル。リケとルチルは攻撃魔法だったらリケの方が上か。ミチルはもう少し伸びると思うがな。クロエはもう少し上じゃない？南の魔法使い以下ってことはないよ。ミチルやルチルの方が弱い。あの二人は強いですよ。は？俺の次くらいに強いです。嘘つけ。チレッタの子だからって多く見積もりすぎだろ。もうルチルはほうきが早いからの。捕まらぬ限り負けはせぬ。逃げ続けておればいい。逃げ延びられるということも十分な長所じゃからな。リケは隠してるけど攻撃魔法を楽しんでる。つまらないこと言ってないで楽しめば強くなるよ。破壊を？そう。壊すのは楽しいでしょ。邪魔なものがなくなった時すっきりしない？なんだ、もっとさっと言えないのか。茶飲み話のようになってきたぞ。茶飲み話いいじゃないですか。ここに座って。ルチルとミチルもそのあたりでしょう。あとレノックスも。あいつの話は難しいよな。殺せるか殺せないかが基準ならあいつやれるからな。目が衰えたんじゃないですか。弱いですよ、羊飼い。魔力は弱いがあの体で戦うことにすこぶる慣れてんだよ。
そこがすげえ面白い。体術に慣れた人間ってのは浮くだけでここまでできんのかってな。やけに褒めるじゃない。工夫の技だからな。生きるために工夫するやつは好きだ。重力を応用するんだぜ。重力を操るってことですか？そんな魔力ねえよ。魔法を止めて落下するんだよ。それを体術と組み合わせてる。へえ。槍か棍棒を使ってたんじゃねえか。そういう動きをしてる。最初の方はな。最後は？魔法を使うことを忘れるんだ。なんで？魔法使いだってこと忘れちゃうの？知らねえよ。槍か。あなたの目玉の人も確か剣を持ってましたよね。目玉の人ってなんだよ。騎士様ね。彼とレノックスならどちらが強いと思いますか？レノックス。レノックス。カイン。カインだろ。何言ってんの？魔力の強さは騎士様が上だよ。あいつは魔法を使い慣れてない。経験の差で羊飼いが騎士の首を取る。今はでしょ。将来はわからない。今だって勝てるかも。ミスラはどっちじゃ？今のところレノックスですかね。彼が強くないと困るので。よっしゃ。じゃあゲームが始まるまで石は俺が預からせてもらうぜ。いいよ。大丈夫大丈夫。しねえしねえ。で、次は？ヒースクリフとラスティカ。難しいのが来たな。ラスティカでしょ。あいつ強かったよ。ああ、でもな。ヒースクリフは慎重じゃ。西の魔法には惑わされんじゃろ。ラスティカも手を緩めんじゃろ。いざという時どちらも引かぬ気性じゃ。どっちにしようかな。お前たち、ヴィンセント殿下の前で賭け事とは何事か。うるさいな。舌を抜いて黙らせてやろうか。次に行こう。次。音楽家と貴公子の戦いは難しいよ。本当の決着は僕にしかわからないだろうし。どういう意味だ？内緒。ではここで一つ盛り上がりそうなの。中央のアーサーと東のシノ。おお、今日の目玉だな。どっちにするかな。アーサーでしょ。シノだよ。アーサーですよ。アーサーの方が魔力が強いです。経験不足だよ。それにあの王子様危なっかしいじゃない。シノは東の魔法使いにしては切り込む方だけど、王子様に比べれば慎重だよ。確実に体力を削っていく。まずあの鎌で王子様の足を狙うでしょ。わかる。あいつはそういうところがいいよな。泥臭くて姑息なところがいいね。シノは後ろから切りかかれる。王子様はできないよ。できないことがあるのは致命的。手段が少ないやつからやられる。シノが勝つよ。そうとも言い切れませんよ。恐れ知らずで迷いがない分、アーサーは勢いがあります。魔力も十分にありますし、魔法も使い慣れています。十分初手で決着をつけられる。成功法でかかってくるタイプだ。ホワイト、あんたはどう思う？
短期戦ならアーサー、長期戦ならシノかの。いい加減にしないかお前たち。恐れ多くもアーサー様は中央の国の王子であらせられるのだぞ。さらにこちらにおられるヴィンセント殿下の甥いでもあられる。老いって老いって何です？兄弟の子供だ。中央の国では老いには書けないんですか？は？俺は書けますよ。北の魔法使いなんでね。老いの意味もわからないのに何カッコつけてんの？マナイシ出せマナイシ。じゃあ次の対戦だ。ファウストとシャイロック。呪い屋でしょ。シャイロックではないか？呪い屋じゃない？手段も多そうだし執念深そう。いや、シャイロックじゃ。テレンテクダがなければ1500年も生きておらんじゃろう。シャイロックにかかればファウストなど可愛いものじゃろう。確かにシャイロックは巧妙だが、呪い屋は西が増えてにしてる東の魔法使いだ。用心深く惑わされない。しかも引きこもりぶってやがるが、使命を完遂する気構えと胆力がある。いやいや、そなたらは西の魔法使いの恐ろしさを知らん。シャイロックの柔和な上品さでごまかされがちだが、その中身にあるものは上演のみじゃ。損得も生き死にも打ち合って美学と上演のみで生き抜いてきた。その奥深さは計りかねる。それを言うならネロも変だよ。あいつはシノより弱く見えるけどシャイロックより強く見える時がある。すぐに降参しそうなのに石になっても逆らいそうな感じもする。ネロってなんか変。わかる。ネロは誰と対戦させるの？ムル？ネロは怒ったらちゃんとムルを石にしそうじゃのう。ネロ、ミチルにも負けそうですよ。やる気なくないですか、あの人。やる気出せば一緒に戦いやすそうですけど。わかる。っていうかどうやって争わせるのさ。そのうち争うでしょ。そんなこと言ってあれも決着ついてないじゃない。あれって？ブラッドリーとフィガロ。へえ、どっちにかけた？フィガロ。俺はブラッドリーに。理由は？フィガロは弱いふりをしてるけど僕は騙されない。あいつは残忍で容赦がない。ブラッドリー、お前は。お前は間違えそうだ。いつか致命的に。へえ。囚人なんかになって今も間違えてるのかもしれないけど。なるほどな。ミスラ、お前は？何がですか？俺にかけた理由は？フィガロは弱っている気がします。穴の開いた入れ物みたいな感じです。どんな命を体に入れても命が漏れていくような。今ならブラッドリーがフィガロを殺せると思いますよ。しないんですか？何を？復讐ですよ。たくさんいたあなたの仲間はほとんど石にされたでしょう。フィガロとこの双子たちに復讐しないんですか？こらこらミスラちゃん、
気軽に刺激するでない。気軽なんかじゃありませんけどね。夢にも思いませんでしたよ。あなたたちが人間の味方をするとは。なぜじゃ？我らは人を可愛がっておった。人間たちがどのように思うておるかは知らんが、我らは太古から我らの規律のもと人を守り、魔法使いを裁いておった。我らの規律のもと魔法使いを守り、人を裁いてもおったがの。知りませんよ。あなたたちが何をしようとどうでもいいです。ですが、あれは嫌な感じでした。あれって？中央の国に連行されていくブラッドリーを見かけたんです。どこでだったかな？吹雪の中。気づいていました？ああ。気づいておった。そなたが襲ってくるのが一番怖かった。ちょっと迷ったんですけどね。そういう仲じゃなかったし。まあな。奇妙な話だよね。フィガロだってスノーとホワイトだって十分悪党だっていうのに。牢獄に入れられたのはブラッドリー。何のためにあんなことをしたの？ねえ、オズは牢獄に入れないの？お前たちは僕らも裁くつもり？こいつらも人間の味方をしたわけじゃねえよ。大きく見れば魔法使いの味方さ。どういう意味です？文明が発展して人間たちの数が増えた。俺たちの暮らしは安泰だが、南の兄弟を見てみろ。10人の人間たちが寄ってたかっていたぶったら、あいつらは死んじまう。その矢先に雨の町で惨劇が起きた。犯人は未だに捕まっちゃいない。人間たちの緊張感は限界に達した。高まった恐怖心で振り上げられた人間たちの棍棒が、ミチルやルチルみてえな魔法使いたちを殴り殺す前に、見せしめとして俺が捕まったのさ。有名人だったからな。その通りじゃ。当時のブラッドリーの名はオズに次いで知られていたからの。ブラッドリーの死の盗賊団。人間たちは恐れ、魔法使いは憧れた。人間たちを見ればわかるが、集団は力だ。フィガラもてめえらも魔法使いの巨大組織が生まれるのがおっかなかったんだろう。俺一人でオズに勝てなくても、俺の組織がオズに勝てばお前らにとっちゃ迷惑な話だもんな。なあ、スノー、ホワイト。愚かな。そなたの盗賊団が成り立ったのは束の間の幸運じゃ。放っておいてもすぐに崩壊したじゃろう。なぜ断言できる？我らが魔法使いだからじゃ。魔法使いは集団では生きられぬ。おかしい。じゃあ僕たちも同じじゃない。聞いた賢者様。僕たちは集団で生きられないって。じゃあこんな生活意味ないじゃない。賢者の魔法使いって何？
何を言われようと事実じゃ。長い歴史の中、魔法使いたちは何度も組織を作ろうとした。魔法使いの国、魔法使いの町、魔法使いのギルド。しかし、すべて数年で無産してしもうた。てめえらが嫌がらせして回ったんだろ。そこまで少年は腐っとらんわ。我らは双子、共生の喜びは知っておる。他の魔法使いたちにも、共に生きる喜びを教えてやりたかった。それゆえに、黙って見守っておったが。どのような集団も瓦解した。もって数年、長くて10年、100年を超えれば奇跡じゃ。なら、俺の盗賊団は奇跡だな。400年以上持った。そなたが異能なのじゃ。集団行動に慣れた中央の魔法使いさえ国づくりに失敗したというのに、北の魔法使いがようやったものじゃ。まあな。組織とは呼べんじゃろ。そなたが磁石となり砂鉄を集めただけじゃ。故にそなたを失って崩壊した。砂鉄はただの名もなき砂鉄に戻っただけ。俺の手下を石にしたのはてめえらだろうが。その通りじゃ。恨むなら後継を育てられなかったそなた自身を恨めよ。言ったな。よく覚えておけよ。てめえらの弟子は順番に石にして同じセリフを吐いてやるからな。スノーとホワイトの弟子って誰のことです？オズとフィガロでしょ。ちょっと待ってください。オズは俺が石にするんですけど。もうめんどくさい。どうだっていい。あれもこれも全部バカバカしい。魔法使いは自由を好み、束縛を嫌う。そのために組織活動ができない。故に、恐れるに足りぬ。古くから言い伝えられていることだ。不思議の力を持たないからこそ、人は寄り添い、協力していける。同胞と共に生きるために、耐え忍び、譲り合い、互いを尊重する。それこそが人の社会の強さだ。お前たちは不思議の力と長い寿命を与えられた代わりに心をつないで共生する努力を怠った。だから魔法使いは孤独なのだ。捨てたのはそっちだろ。アーサーだよ。お前たちの方が先にいらないって言ったんだよ。寄りかかれる場所から追い出しておいて寄り添えないも何もないだろう。やり方を教わってもないのにさ。お前たちの言うことには一理ある。
黙っておれ、小僧。スノーちゃん、違う違う。一理あると言ったのじゃ。それもそうだね、という意味じゃろ。ほう。